素晴らしいねもうあの睨みの聞かせ方がねほんまにでもちゃんとねお辞儀してけやんなんかいいなと思っていつもこうやってバトルの映像を見て思うんですけど、やっぱ自分に自信がないんですよね。そうなん？はい、料理をやってるやん、はい、タコス屋の前には和食をやってて、はい、料理学校になんか通った？いや通ってなくて、親がラウンジをやっていて片親なんですけど、そこで何年かやって割烹居酒屋を始めはったんですよね。僕がまだ16ぐらいの時ですかね、自分でやりだして、僕はその時ちょっと悪さしてフラフラしてて、バンドやったりスケボーやったり、最後に巡り合ったのがダンス。でももともと b ボーイやんな。はい、もともとブレイキンから始めました。最初に出会った頃にベイサイドで2000めっちゃ回ってるの見て、ああ違うんや一撃と仲良くして一緒に練習してたり、ブロンクスとも関わりがあって教えてもらってたりとか。ちょっと話それだけど、はい、料理を、はい、18歳の時にちょっと悪さしすぎてて、親がここで働きって言って、そこに割烹の人が2人いはったんですよ。すごい厳しくて、更生させるために厳しい世界に入りみたいな感じで結構どつかれました。で経営は人が10年で覚えることを5年で覚えるですごいそこで叩き込まれた。そこは逃げへんかったね。何回も逃げましたねもうやっぱしばかれるし、もう結構料理の世界って厳しいんで、その中で厳しさもあったり、優しくしてもらって一緒に飲みに連れてってもらったりとか、だんだん楽しくなってきて、料理がそっからですかね、料理を始めたのは。おかんめっちゃ怖かった？おかんめっちゃ怖かったです。親ががんで亡くなって52ですね。ほんで僕が28の時に亡くなってもう十何年になりますね。はい、その割烹はもうないの？もうないです。途中から僕がやってて、で普通の居酒屋みたいな感じでやってたんですけど、やっぱダンスをやりたいっていうので、自分もダンスでこう上がっていってたんで、今しかないなと思って親に相談して、ちょっとごめんやけど締めさせてもらうってで、ダンスで生かしてほしいって言って、ダンスで頑張るってなって、一発目のでっかい大会がジュストブ、そこで優勝できて、それを見届けてすぐぐらいに親が亡くなったんですよね。はあ一人息子。はい。うわーもう母さんそらもう悪さして高校とか辞めたらもう、いやもうふざけるなって感じやな。もうだから死ぬ前に、アホ言うて死にましたねだいぶ迷惑かけたんで、辛いなそれは。そうですね、辛かった。その後ダンスもやるのしんどくて、グッチョンとかゆきさんとか、もう他の周りの人らが出てこい出てこいって引っ張られて、なんとかそれも乗り越えれて、もちろん家族があったんで、ゆかりやったり、ここがまだちっちゃかったんで、やっぱそこがでかかったですかね。おらんかったら俺何やってんねやろな。チャランポラやったんで結構手抜いて怒られて、無断で休んだりとか、ああそうなんやしょっちゅうしてましたね。もうそんなイメージ全くないわ。いやいや好きやったんですけどね、やっぱこう逃げたくなるっていうか、そういうことは多かったですかね。めちゃくちゃ意外やわ。ほんますか。じゃあもう日本料理が得意な？そうですね、何が一番得意って言われたら和食が一番得意ですかね。グッチョンが言うには、ケイ君のカキフライを食べれたとか言って食べれたってじゃあやって、でそっから食べれるようになったとか、ゆかりは白子の醤油でちょっと焼いたやつ、美味しいよなあれは。ああいうのも食べられへんかったみたいで、そういうのも食べてたとか、全般的に得意ですかね。今はタコス屋で。今はタコス屋でも日々また新たなもんなんで、どうやったら美味しくなるかな。めちゃくちゃ食べたいわ。来てください。遠いけど。ほんまに。いやいや行くよ行くよ。K の店へやってきました。もう駅降りてすぐです。ルリコ入ってみましょう。いらっしゃいませ。おおほんまにおる。カレーとタコスと、うちのオーナーがブドウ農園をやってて、おお
K 働いてますよ。ポッピー戻ってないよ。踊ったらあかんよ。お待たせしました。タルおお、美味しそう。カルニータス、チキンティッカ。なるほどね。これは美味しそうです。では早速いただきましょう。いただきます。どうですか。めちゃくちゃ美味しい。このトルティーヤが食べたこともない感じで。そうなんですよ。マサコって言ってトウモロコシの粉を使ってて現地から取り寄せて。うまい。よかった。ありがとうございます。タコスに乾杯。おーいっす。Kの店最高です。ありがとうございます。来てください。よろしく。タコスの面白さって何なの？絶対あるトルティーヤ。言ったら生地ですね。あれはもうほんまに結構時間かかりましたね。それも自分で作んねんな。そうです。ソフトタコスとハードタコス。メキシカンは基本ソフトで、ハードシェル、タコベルみたいなやつはどっちかというとアメリカンタコスって言われてる。だから沖縄のタコスはアメリカンタコス。メキシコ人はもうなんかキスをするように食べんねんみたいな感じで言ってましたね。タトゥー、はい、いっぱいありますね。めちゃくちゃ入ってるけど今はね見えないけど、はい、いろいろこう入ってますね。こっちとこっちも。あと体と背中に入ってます。何きっかけでそのタトゥー入れる？18歳の時にダンス教えてもらった西君、友達でよっちゃんっていう人がいはって、もともと養母バッドファミリー一番若い人になるんですかね。その人の奥さんがアートメイクやる。タトゥー入れたいなと思って、まず初め何入れよう、自分の名前やったらいいかなと思って胸のここに「K」って家帰ってから風呂入る時とかに裸になるから、親がそこを見て思いっきりしばかれてあの時はほんまに殺されるかなって思うぐらい。鉄アレイとかも家に置いてて、片親でおとんがいないんで、その時はもう発狂して18歳から大人じゃないですか。体もね、ある程度はまあもっと細かったんですけど、バコーン倒されて、馬乗りされて首をガーッ掴まれて、鉄アレイとか鉄アレイで殺したろかみたいな感じで言われて、マジで、絶対勝てるはずなんですけど、その勢いに負けてしまって、おお、こうなりな、ごめんってなってそれが初めてで。でもそれは許してもらえた？まあまあまあなんとか、もうやめときやみたいな、もうやめときやって言われたのにもうタトゥーだらけ。そうなんですよ。親が28ぐらいで亡くなって、そっから入れ始めました。それまではもう K だけやった。はい偉いだから上では怒ってますね。その時にすごい慎さん、千穂さんに世話になって、自分があんまり自信ないタイプなんで、こうやっぱ落ち込んでた時、慎さん千穂さんがこう引っ張ってくれてて「養母入らへんか?」言ってくれて「えみたいな。僕からしたら夢のチームやったんで、クースコがなくなったりいろんなメンバーがなくなって帰ってくるところとして「養母どう?」みたいな感じで言ってくれて。しんちゃんめちゃくちゃ優しいね。優しい。見た目やっぱ怖いし、あんまり多くを語らない人なんで、めっちゃ考えてくれてはる。結構習ってたのしんちゃんに？いや習ってないんです。おお、そうなんや。いや若い時に西君が、うちの若い子やねんって言って紹介はされるんですけど、やっぱ名前も覚えてもらえないし、ファクトリーとかよく行ってて、慎さんがいはる時にやっぱ僕ら見るんですけど、僕はもう恐れ多すぎて、慎さんの真近くに行けなくて、グッチョンとかはガーって行って「どうやってやるんですか?」みたいな。僕は結構離れたところでお酒飲みながらええなと思いながら、千穂さんがそういうとこを見てはって「K も行きやしんちゃんとこ」みたいな。心の師匠っていうか、やっぱ見ていろいろパクったし、直接習ったっていうのはほんまにほぼない感じですかね。だいぶ年取ってからレッスンにちょこちょこ遊びに行ったりとかして、そこから養母に入ってって感じでこっちに養母を入れてます。でその時がめっちゃ面白くて、ジャンクションで養母を呼ばれた。その前の日に僕入れたんですよね。その時グッチョンがソロショー
あったかかったんでこう半袖やったんですよ。ほんだらちょっとちらっと見えてて、ぐっちょんが「あおはよう」みたいな「うわ入れたんや」ってパッてめくったら「養蜂」って書いてるじゃないですか。クースこっち側に養蜂って書いてるやんみたいな感じでさマジでめちゃくちゃおもろいなこれ。グッチョンはソロショーで一人でテンション上げていって相方がそんなんやしってなって後からは説明したんですけど、自分の名前胸にあるんですけど、クースコを入れるんやったらもっといろいろ考えたいし、心臓の近くに入れたいからっていうのをだいぶ経ってからですかね、グッチョンもそれもだいぶ経ってからあれはきつかったっていうふうに話して僕も悪かったなっていうのがあって、まあけど自分の中ではやっぱクースコはオリジナルのチームなんで。先にそっち入れろよ。そうそれをやっぱグッチョンも思ったみたいで一緒に中国行って、ちょっとタトゥー入れてくるわ言って夜中行ったんですよ。朝方僕帰ってきて、グッチョンが入れてきたの準備してやって言って僕ここの首周りにクースコって書いてワンヒットワンラブって入れてるんです。それはクースコのサブタイトルみたいな感じでグッチョンが考えてくれたんですけど、クースコって書いてるやんみたいな感じになってちょっと俺も入れようかなみたいな感じで言ってたんですけど、絶対嘘やって言って「お前そんなタイプちゃうよ」いや俺も入れようかなみたいな感じでそこで一人でテンション上げて。なるほど。結局入れてない。入れてないですあいつは入れないですね。めちゃくちゃおもろい話やな。今となれば面白い話かな。その後に入れたんがこれですかね、マヤカレンダーなんですけど、僕が尊敬するダンサーの人、タコ、ヒューゴ、キッド、ジェイ・スムスとか、なんでか知らんけど僕仲良くなるメンバーがメキシコ人ばっかしで、だからタコスなの。そうなんですよ。そこなんかつながってんねん。そうなんですよ。メキシコの文化に合うってなって興味を持ち出してメキシカンタトゥー入れた。このマヤカレンダーつながりを感じたっていうか。メキシカンアメリカ人ってことやな。そうですそうです、ロスはメキシカンが多いんで、特になんかこういうウェーブとかやってる系の人って多くないですか。めちゃくちゃ多いよな。僕が入れてるやつは基本メキシカンタトゥーなんですけど、あとはサモアン、ブーヤのダノがやっぱ好きやし、シンさんもブーヤ尊敬してる。ミシクワトルってそのチュンとかヒロキ、マドカとやってるチームの名前なんですよ。こっちがチームとか、こっちは家族のタトゥーになってて、この K1Y っていうのは僕ゆかりですね。Keep It Real って書いてるんですけど、これスキートにもらった自分を信用しろみたいな、ここにソウルミュージックって書いてて、ここねって言うんですよ。だから心の音っていうことでソウルミュージック、ここは家族タトゥーですかね。でいい話やな。めっちゃこれはカラベラ死者の日って言ってメキシコ亡くなった人のお祭りみたいな、言ったら日本でいうお盆みたいな感じ、自分の親として自分のファミリーっていう感じで、僕溝川家で一番最後の男なんでラストさん。背中はスキートの名前とチェリーさんの名前を入れて、スキートが亡くなる前に僕がホテルまで送る役をしてて、その時に自分が悩んでたんですよね、踊りに。ダンスが面白くなってダンスやめたいなって思ったのを相談したんですよ。なんでそこまで思うんや、前には家族もおるし友達もおるし子供もおるやん、なんでダンスばっかしこうフォーカスするの、生活の中の一つやからそこまで強くしんどく思わなくていいんじゃないって言って、そのスキートの言葉があったんで続けれてるっていうか。チェリーさんはそこまで関わりを持ってはなかったんですよ。引っ張ってくれてた人ではいるんですけど、直接いろいろ言われてとかじゃなくて陰ながら引っ張ってくれる人っていう、亡くなるちょっと前ぐらいに何かのイベントの打ち上げで若いんで飲まされてたんですよ。僕もケロケロで「経営めんどくさいな」みたいな感じで「大阪の先輩めんどくさいやろ」って言われて「いやいやそんなことないです」ってなって。次はお前がなったらええねん、その一言なんですけど、なんか僕の中ですごいメッセージがあって、その後にすぐ亡くなり言葉を忘れる、そこでぐっとこう引き締められたというか、だからちょっとその2人は仲に出てます。いや、あの2人はほんまにそうやってすっごい人のためにいろいろ考えてくれて、いろんな言葉を起こしてくれてるよね。全部意味があるんだよな。
ダンサー家族やん。奥さんはゆかりちゃんで、娘もワッカーで、はい、頑張ってますね。どうなんそれって。ゆかりは先輩やったんで、あの人のダンスを見るとやっぱすごいな、ダンスにかける気持ちみたいなのがいつまでも熱く上がってるような、そうやね、尊敬してるんですよね。こんな見ててこっちが踊りたくなるようなダンサーって少ないかなと思うんで、歌も夫婦かもわからないですね。僕ゆかりは、いやまだまだっていう何かはあるかもわからないです。クースコもルッチョンっていう存在がでかすぎて、リーサさんっていう存在がでかいから、だから僕らは結構こういやいやまだまだみたいになってしまうかもわからないですね。ここねちゃんは高校になったらダンスやりたい。今は高3なんですけど、もう2年ぐらい真剣にやってますね。ワックをとりあえず頑張って続けてくれて、こっからかなと思いますね。同じ道に来てくれるっていうのはすごい嬉しいし、かつ不安なところももちろん大いにはあるんですけど、けど自分がやりたいって言ってんのやったら頑張って、もう言うてね18歳なんで、やりたいことをやったら何でも応援する、何でもしたいとは思ってます。いい家族だよね。そうですね。お母ちゃんこれからどんどん出てくると思うんで、はい、俺もあったかく見守って、皆さん厳しくよろしくお願いします。そうやね、厳しくね。はい、僕らの子供やからとかそんな関係なしに厳しく見てやってください。はい、よろしくお願いします。はい。What do we call this? We're just having fun. Don't believe that this is nothing. Know you're feeling something. 高評価チャンネル登録よろしくお願いします。タコスも作ってます。皆さんこちらまで。はい、もう絶対行くからね。ありがとうございます。来てください。ありがとうございます。